Yuta at home。 僕の部屋にお帰り NCT127 ユータのユータアットホーム。この番組は NCT127 のユータが僕の部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームな雰囲気でお届けしていきます。さて、僕もすっごい楽しみにしてましたゲストが登場してくれます。僕ユータにとっては初めてのね映画になるハイアンドローザ・ワースト・クロスで共演、俳優宮山亮輝としても活動中の BE:FIRST の亮輝さんです。番組にお呼びしたいなと思っていたのが叶ってすごく嬉しいです。どんなお話が飛び出すのか皆さんお楽しみに。それでは今週の1曲目をお届けしましょう。 NCT127 でハートブレイカー。NCT127 ユータのユータアットホーム。 NCT127 ユータのユータアットホーム。今週のゲストは BE:FIRST の亮輝です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。宮山亮輝です。BE:FIRST の亮輝です。じゃあ簡単にこう自己紹介とかやってもらっていいですか？いいんすか、そんな自己紹介なんかさせて。当たり前じゃないですか。あ、いいっすか。僕BE:FIRST というグループの、メンバーである亮輝というものです。そしてあと俳優として活動させていただいております宮山亮輝です。お願いします。僕NCT127 さんのファンでございます。亮輝はねドームツアーも、来てくれて、ねで実は映画を一緒に撮ってその時にすぐもう意気投合しすぎちゃって、そう意気投合ね意気投合しすぎちゃって、めっちゃ久しぶりなんだけど、ほぼほぼ連絡してたよね。ねマジほんとごめんね、遠距離恋愛って感じ。そうしかも昨日も俺なんかドキドキするんだけどって LINE 送ったの。そしたらゆうたくんが緊張しなくていいからねってラジオのことに関してそう言ってくれたんだけど、俺別にそれじゃなくて会うことに対してのドキドキだった。かわいいか。全然ラジオはもう楽しみです。そうだよね。会うことに対しての久々のなんかドキドキ感。ね、遠距離恋愛のね、彼氏彼女が3ヶ月ぶりぐらいに会う感じだったよね。そう、ユタヒョンに会えるっていうね、喜びで、はい、今日は楽しみにしてました。よろしくお願いします。お願いします。ということでですね、ゲスト会恒例のね、一問一答というのがあるんですけど、はい、でゲストのね、亮輝と僕ユータが同じ質問に答えていこうと思います。果たしてどんな結果になるか皆さんご期待してください。お願いします。それでは最初の質問、お互いの第一印象はどうですか？第一印象。第一印象か。あれだよね、リハの時だよね、多分。そう大事なラストシーンのリハの時に一回あったんだよね。一回最初あったんだよね。そう。第一印象、そう、俺髪明るいと思ってたの。俺的にずっとファンだったし、ビジュアルとかも今多分俺も明るかったから同じ色とかなのかなと。だからハイトーンで例えば髪傷んでますよねとか、なんかそういうところから話膨らませようみたいなことを考えながら楽しみにして会うのね。そしたらなんか真っ黒で来て、監督に「須崎は黒でしょ」って言われて「染めます」ってそうらしくて、それを知らなくて、だからそこの衝撃だったから、あれ髪黒いんだけどっていう。しかもそれをなんか俺は誰よりも早く見れたなんか眼福感みたいなのに襲われてました。そうだったね。でも俺の第一印象は、なんか灰色のさ撮影現場ってやっぱりこうちょっとさ、なんていうんだろう、ビジュアル的にこう怖い人が多いじゃん。だからその圧にちょっと圧倒されてたのね。実はね、されてたの。そうされてたのね。されてたんだけど、唯一亮輝がさこう初めに喋りかけてくれたじゃん。で、まあ今となってはみんなこう親しみやすいんだけど、一番初めにこう喋りやすかったのが亮輝で、でなおかつ NCT127 のことを曲とかもさ全部見てくれてたじゃん。すごいファンですっていうのを言ってくれてて、すごいこうわ可愛いって思ったのが第一印象だったから。完璧じゃないその答え。何？一応ラジオやってるんでね。それ言うな、嘘っぽくなるだろう。こんな感じでね。いやでもそうだね、確かに結構繊細で意外とだから逆に無口な人なのかなとか思ってたのっていう風に感じてたんだけど、なんか意外とあったら俺もめっちゃ喋るタイプじゃない。でもそれは負けないぐらいの兄ちゃん的こうやさにっていうか、どっちもツッコミだよね。そうどっちもツッコミで、まあどっちもボケるから収集がつかないんだよね。そうなんだよね。そこがすごい衝撃だったかも。だから親しみやすい
だからずっと俺はもうヒョンって呼んでるんですけど、もう本当に兄ちゃんって感じ。そうね、俺はねもう本当亮貴のことは本当にねもう自分の弟みたいな感じで思ってて、でもねなんだろうな、すごい元気で、でも、たまにさこう楽屋でさ時間空いた時とかさ音楽の話とかさパフォーマンスの話とかさ、ね、歌も歌ったりして、ね、カメラ角度がこうでこう見せた方がアーティスト的にはいいんじゃないみたいな話もめっちゃしたじゃん。覚えてる？覚えてるよ、めっちゃ覚えてる。そう両面なんか持ってるっていう感じする、なんか二人とも、なんか繊細な、なんか俯瞰的に、物事を本質的に見るところと、あとはなんか何も考えずに本当に天真爛漫で騒ぐっていう、なんか結構共通してる気がする。そうだからそこが一番合うのかもしれないね。間違いないです。じゃあ続いていきたいと思います。はい。二人で遊ぶならどこで何をしたい？うわー、俺これ言わして。ある？せーので言う。俺もある。じゃあ俺な、長めなの長めじゃあ言ってください。俺の決まりもんか。お願いします。どこに行くかじゃなくて誰と行くか。おい、ごめんなさい。さっきまでヒョン言うてたやん。どこじゃなくて誰と行くかね。そう。なるほどね。それならどこでもいい。どこでもいい。亮貴とならどこでもいい。それさ、言われた後俺何も言えないじゃん、俺。ちなみに何言おうとしてたの？俺、海。かわいい。ドライブしたい俺。ドライブして海まで行きたいんだよね。あ、いいね。で食べ歩きしたい。島とかのさ。結構あれね、自然系ね。自然系。しかももう今から夏じゃん。そう。行きたいね。好きでしょ？大好き。ほらね。俺らだけの休みを作ってほしいよね。ちょっとお願いしるお願いしる。相当スケジュールなんか過密なことになりそうだけどね、帳尻合わせんのが。亮貴と遊ぶんで1ヶ月だけ。1ヶ月も遊ぶの？それマジで怒られるよ、俺が。俺も怒られる。じゃあ続いていきたいと思います。撮影中で印象に残っているエピソード。めっちゃあるよね、でもこれ。いや、めっちゃあるね。エピソードっていうか、それこそヒョンとね、ゆうたくんとね一緒にずっと撮影してたことに、やっぱずっと芝居を見てるわけですよ。その中でやっぱ僕は本当に一貫してずっと思い続けたのがあって、なぜこの人は芝居ができるんだっていうずっと俺はその疑問を持ちながら、で何がすごいなと思ったのかっていうと、やっぱ俺は結構喋るじゃない、だけど須崎ってさ、全然喋らないんだよね、意外と。でもなんかやっぱお芝居って喋んない方がやっぱ難しいのよ。って言われたよね。言われたじゃない。でやっぱその表情だけでそのストーリーに沿ったその筋の通ったやっぱ表情をしなきゃいけないんだけど、もうそれが何の疑問もなく腑に陥るぐらい本当になんかちゃんとその表情をしていて、ストーリーに沿った流れで表情をしているから、この人今こういう感情だろうなとかずっとびっくりしてたんだよね。すごいありがたい。でも俺思ったのが、やっぱ須崎っていうキャラクターが、やっぱこうちゃんと見えるのってもちろんね自分でも頑張ったんだけど、やっぱこう天貝っていうさ、キャラクターがすごいインパクトあるじゃん。すごいインパクトあるじゃん。亮貴が振り切ってくれたからこそ多分、こうしっかりこう関係値というかコントラストがそう、やっぱ生まれたと思うし、俺が一番印象に残ってるのは、すごいあるんだけど、亮貴さやっぱめちゃくちゃ今忙しいじゃん。だから一回本当天貝に憑依せずに天貝になってきた時あったよね。もう疲れすぎちゃってて、もうそれが天貝になってて、監督に今日いいねってなんかやるせない気持ちになったけどね、あれ。本当にね、グループの MV 撮影日の次の日で1日だけ都内に戻ってたのね。でだけどその中でもやっぱもうその芝居しない時も天貝が出るのよ。ロールスロイスでさバッて乗ってる時の顔すごかったよね。あれだって俺覚えてないもん。気づいたらカットかかってて「いいねー!」オッケー!」って言われるから「何が?」みたいな。でやっぱ映像見てみるとすごくいいんだよね。すごいよかったよ。何個かあるからね、うわ亮貴すごいと思ったシーンが。それはねみんなに劇場でね見てほしいですね。そうだね。ではここで一曲お送りしようと思います。じゃあ亮貴曲紹介お願いしてもいい？はい、僕たち、セカンドシングルなんですけども、さよならっていうテーマなんですけど、さよならっていうバイバイって言葉って寂しく感じると思うんですけど、それを BE:FIRST なりにポジティブに、捉えた楽曲になっているのでぜひ聴いてください。はい、BE:FIRST でバイグッバイ。NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム、お送りしたのは BE:FIRST でバイグッバイでした。さて引き続き BE:FIRST の亮貴をゲストに迎えてお送りしていきます。
続いてはね、お互いね、聞きたいことを質問していこうと思うんですけど、僕ね、すごいこう、りょうきとずっとね、撮影を一緒にしてた期間一緒にいて、すごいストイックで明るくて、で、こんなにスケジュールパツパツの中、こう、なんて言うんだろう、ムードメーカーみたいな存在だったじゃん。で、誰にでも可愛がられて、すごいこう、親しみやすいりょうきなんだけど、りょうきがね、悩んでることだったり、あとは、なんて言うんだろう、なりたい人物像っていうか、っていうのはあるのかなって純粋に。悩んでることは、連絡してもすぐゆうたと会えない。かわいい。これ、リアルに結構恨んでる。そう、俺ちょっと返すの遅い。レスポンス遅いからね。いや、でも返すときすぐ返してくれるときもあるじゃん。だからそれがまたなんか俺やられてんだよね。うわ、りょうきポイント上げてくるな、ここで。なんでよ。やめてよ、なんか俺がわざとやってるみたいになってんじゃん。でもね、ガチで結構最近の悩みは、ほんとそれかも。やっぱ他のさ、キャストとかはさ、例えば北斗くんとかさ、そうね。そう。この前電話したもんね、一緒にね。タイミングがね、すごかったね。昼からビール飲んでたよね。おーい、飲んでました。いらっしゃいませ。いらっしゃいませしました。そう、北斗くんと2人でランチとかしてたんだけど、そのタイミングで急にゆうたくんからその電話来て、テレビ電話したね。したね。した。なんでだからなんかそういうのもまあ楽しいんだけど、やっぱ会いたいなっていう。でもりょうきからほんとちょくちょく会いたいってくるからね。そう。ね、本当に日本ね、入れる間またなんかご飯でも行けたらいいね。いや、もう行こうよすぐ。本当に。ちなみに、なりたい人物像ある？まあ、なりたい人物像、まあ、なんだろう、本当に尊敬する人とかもいっぱいいるし、なんか、それこそ、いろんなアーティストさんとか、いろんな役者さんとか見てきて、こういうお芝居、お勉強になるなとか、思ってきたりしたんだけど、結構一貫的にずっと思ってるのは、なんか自分は自分でいたいなっていう、やっぱなんか、まあ、アーティシズムじゃないけど、なんか、様々な刺激を取り入れた上で、でも結局自分の核となる部分はやっぱブレないでいたいなっていうのがある。それ、本当にね、嘘じゃなくて、俺も毎回ラジオで同じこと言ってる。ね。そう。同じなの似てるんですよ。結局ね、自分の核がブレるとね、もうどうしようもなくなっちゃうんだよね。そうなの。だから自分たちアーティストとして役者として今そこに存在してるわけであって、自分たちのその存在意義っていうのがやっぱそこで測られるから大事にしたいなとは思ってるね。さすが。いや。じゃあ続いて、次はりょうきの番だぜ。何それ、絶対使ってくださいね今の。いっぱい聞きたいことあるんだけど、急にこうやって言われるとね、ほぼ聞いてるもんね。結構なんかもう本当にくだらない話から、結構なんて言うんだろうね、ディープな話までしてるもんね。してるから。じゃあ結構深そうで浅そうな質問していい？何でもいいよ。今日の朝ごはん何食べたとかでもいいよ。じゃあそういう感じでいくと、その一日の大半って何考えてる？一日の大半？なんかこれ結構おもろいと思ってる。それ何？休日それとも？いや、もう結構それ含めてでいいんだけど、全部最近ここ、まあ1ヶ月半年1年何でもいいんだけど、なんかずっとこの一日でなんか考えてること俺あるなって。意外と俺その考えてることが、その人のなんか悩みだったりとか、逆を返せばまあその願望だったりするのかな。なんかそんな気がするんだよね。俺ね、りょうきのこと考えてる。好き。俺が言わせたみたいになってんじゃないか。俺意外とりょうきのこと考えてた。本当かよ。本当かよ。そろそろね、そろそろ次に行きたいと思います。数いわ。ように逃げたな俺な。逃げたよね。ということで最後にね、あっという間だね、やっぱりりょうきと喋ってると。そう、足りないね。足りない。ごめんなさいね。ということであっという間にお別れの時間となりましたが、りょうきからお知らせがあればここでね、どうぞ。ありがとうございます。BE:FIRST が誕生したオーディションの最初で最後のライブ、The First Final を収めたブルーレイ &DVD が6月29日にリリースされます。そしてですね、僕たち BMSG フェス2022っていうものがですね、9月17日土曜日、そして18日日曜日の、に富士急ハイランドコニファーフォレストにて開催されますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。ぜひ遊びに来てください。はい、ゆうたくんも来てね。僕も、スケジュール開けといてください。開けてください、お願いします。2日ね。はい。OK。そしてもちろん僕たちが出演する映画ハイアンドローザ・ワースト・クロス。まだちょっと先なんですが、9月9日公開ですので、こちらもチェックしてください。りょうきには来週もお付き合いいただきます。りょうきよろしくね。お願いします。お願いします。では、続いての曲いきたいと思います。NCT127 で Once Again。NCT127
ゆうたのゆうたアットホームをお聞きの皆さん、たまたまラジオでこの番組を聞いてくれている皆さん、この時間はインター FM だけのスペシャルコンテンツ。今月はクイッククイズです。2択クイズに僕が即答していきます。では早速いってみましょう。 Let's go。 1、大きいのはどっち？ A100 円玉、 B10 円玉。B10 円玉。引っ掛けっぽかったなんか。2、速いのはどっち？ A チーター、 B 馬。これも意外と B 馬だったりして。3、遠いのはどっち？ A 東京から札幌、 B 東京から沖縄。B 東京から沖縄。はい、というわけで今週は3問中2問正解でした。それでは引き続き NCT127 ゆうたのゆうたアットホームをお楽しみください。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。ゆうたアットホーム。今週の NCT127 ゆうたのゆうたアットホームいかがだったでしょうか。りょうきどうだった？時間足りない。足りないね。早く、とりあえずプライベートで飯行こうよ。はい、ということで、皆さんの声をこれからもどんどん僕に届けてください。メッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージホームで受け付けています。ツイッターのハッシュタグは英語でゆうたアットホームです。それではお別れの時間となりました。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム、 DJ は NCT127 のゆうたでした。そしてゲストはBE:FIRST のりょうきでした。宮山りょうきでした。はい、次回も僕の部屋に、りょうきの部屋に遊びに来てください。バイバイ。バイバイ。시키는 대로 말해 뜻대로 움직여도 된다는 말이야. 우리끼린 달달하게 팍팍 쉐고 눈치 따윈 보지 말고 내가 벗으란 말이야. 걱정하지 말고 그냥 팍팍 믿어. 너만 그래도 돼. 내 그름 너의 것이야. 내 옆에 너 꼭 붙어 있어봐. Like a sticker, sticker. 내 작품의 주인공은 너니까. Like a sticker, sticker. 보라픈 세상은 신경 꺼. 너와 나의 역사만 선 내려가. 사랑한단 말 말고 아껴줘. 내 맘을 받아줘 행사. 섣불리 말고 세게 붙인 노래 I'm falling off. 애착심이 솟구치네. Who put that all together? I'm the sticker for your love. 그니까 보인다면 들린다면 바로 대답해 like baby, yeah yeah yeah. 이끌리는 느낌새. Yeah yeah yeah. Talk about 너의 중력. Yeah yeah yeah. 너무 세게 달게 날리. 아주 가리는 내 This program was brought to you by Craft Boss. 꿈을 쫓는 나른아이처럼 말이야. Falling into my love, my sugar. 들어봐봐 이건 절대 입에 발린 말이 아니야. 가져왔던 내 모든 감정들은 너 맞이하기 위한 네가 보스란 그 말이야. 내 옆에 너 꼭 붙어 있어봐. Like a sticker, sticker, sticker. 내 작품의 주인공은 너니까. クラフトボスのアフタートークへようこそ。NCT127 のゆうたです。今週もお仕事、学校、家事、お疲れ様です。みんなクラフトボスを飲みながら見てくれてますか？実はこのアフタートークも来週までなんですね。まあ寂しいんですけど、みんな最後まで楽しんで聞いてください。では早速いただきたいと思います。優しいコクですごく飲みやすいです。今週も素直な気持ちをテーマに番組がお題を用意してくれたそうなので、いろいろ答えていこうと思います。みんなもクラフトボスを飲みながら聞いてください。今週は素直な気持ちにちなんでですね、ここだけの話、実は〇〇というエピソードはありますかという、お題ですね。そうですね。まあ僕はたこ焼きプリンスって言われてて、自分でもたこ焼きプリンスって言ってるんですけど、今このツアー回ってて、たこ焼き実は一回も食べてないですね。食べたいです。
あと体重計に乗ってます、毎日。いつもね、気にしてないふりをしてるんですけど、実はね、やっぱりね、見られるお仕事なので、そこら辺は気を使っております。恥ずかしい。以上、クラフトボスのアフタートークでした。来週が最終回です。来週もみんな見てください。バイバイ。